次なるミッションは、こちら。入場券を800枚売ることと、評価70%以上。難易度爆上がりさんですが、頑張っていきましょう。お客さんを同時に300人抱えるっていうのと比べて、入場券を800売るっていうのは、どれくらい違うんでしょう？このゲーム、来園されたお客さんは、よほど気分が悪くなったり破産しない限りはそうそう帰らないので、難しさとしては、500人や600人を同時に抱えるくらいの気持ちで、さらにいい運営、素早いクリアをするのなら、700人、750人を同時に抱えるくらいの戦略が必要そうです。で、これ、倉庫はどこにあるんでしょ？倉庫がないとお店の品補充も、ゴミ掃除もできないのだけど、あれ？長いトンネル越しにあるみたいですね。ちょっと待って、こんなの初めて。補充や掃除のたびに山抜けるのは無理だよね。そんなとこのスタッフになるの私は無理。これは、あれを初めて使う時な気がする。こちら、デポっていう小型の物流拠点になります。これを置いて、この施設にお店をリンクさせると、そのお店が必要な材料を倉庫から送ってもらえます。スタッフは、このデポからお店へ運ぶだけになるので、大規模な遊園地作りでは、とても重要な施設ですね。と、すでにコンベヤが引かれているようです。やはりこのステージは、物流を使おうっていうコンセプトのようですね。まずはお店作り、と、前回の訂正を一つ。お客さんは同じものを食べると体調を崩す、と言ったのですが、あれは違っていそうで、前回は食品の衛生管理が甘くて、それで体調を崩していたみたいなのです。食べ物屋さんの衛生管理も遊園地側が見るんですか？そこまでの責任は負えない気もするのだけど、でもそういえば、お店からの利益って私、家賃としてもらってるんじゃなく、がっつりしっかり、お店が得た売り上げ全部もらっちゃってるんですよね。ああ、それは経営者だ。まさかこのゲームに食の安全も求められていたなんて、これからは気をつけます。それはそれとして、今回は全体的にピンク色が目立ちますね。この前は、ずんこさんにおめでとうの気持ちで、ずんだ色の遊園地を作ったのですが、少し前の11月1日は、ついなちゃんのボイロ1周年の日だったので、今回はついなちゃんおめでとうの遊園地です。遅ればせながら、ついなちゃん、ボイロ1周年、おめでとうございます。あの子今どら焼き売ってるから、気になる方は見に行ってね。そうそう、このアトラクションの待機用通路、どうやら1タイルで4人まで待機させられるみたいなので、アトラクション自体の一度に遊べる人数を見ながら、待機列を多く取ったり少なく取ると、お客さんが必要以上に暇せずに済みそうですね。一度に10人しか遊べず、時間もかかる遊具に50人も待機させると、後ろの人がやばい、みたいな感じかな。資材管理とかなら、詰まるだけだしいいかなって思うのだけど、こちらはお腹も空けば、おしっこもしたくなる人間ですからね。できる限り、気を使ってあげたいところです。アトラクションを置いて飾ってはしているのですが、ステージクリアのビジョンが全然見えない。今までのやり方のままだと、やっぱり300人くらいになっちゃいそうですね。きっと、新しい何か、一皮むけないと、スムーズなクリアは難しそうです。アトラクション数個、コースター一つで、とりあえず開園。まだ余裕ありそうな資金は、広告費と立ち上がりの赤字を、あっという間に2000ドル吸われまして、さらにミスが。デポによる搬入資材の物流は良かったのですが、ゴミ処分の方を忘れていて、スタッフの山越えペースでは間に合わずゴミ箱がパンパン。急いで設置。さらにこちらもお客さんの目に入ると萎えられちゃうので、隠して。ギリギリ建てられるお金残ってた奇跡。でも、お客さんが230人くらいで頭打ちしてるので、アトラクションやお店、多分、今の2倍以上欲しい。お金ない。経営ゲームのお供、借金を使う道。でも、このステージの背景って、ある富豪さんが別荘と広い敷地を買って、敷地の使い道ないから遊園地作ってくれってもので、クリア後は、その人にこの遊園地を譲渡するって考えると、借金はいろんな意味でしたくないのよね。ステージの概要欄に心縛られるあかりさんでしたとさ。お客さんが回ってるの眺めながら、のんびり利益を待ちましょう。まだこれは、回る方向が一方向だから、優しいですね。でもこれ、支えてるとこがバキって壊れたらって考えると、怖くない？なんでそんなこと考える必要があるんですか？利益が出たらお店の追加、あらかじめスペースを用意しておいたことで、スムーズに規模を広げられました。スタッフ用通路は地下を通って隠します。あ、でも、上を通るっていうのもいいかもですね。よく、
屋根を置いて雨から守っているのですが、何も屋根じゃなくても、通路で通路を守ることもできるので、どんな目的でも、いろいろ方法あるんですね。自由度が高すぎて、未だにこのゲームの攻略に必要なセオリーっていうのが見つからない。ああ、それはそれで、楽しくもあり難しくもあり、ですね。コースター作りも苦戦して、いかに一周にかかる時間を短くしてお客さんをさばけるか、いかに楽しんでもらえるか、いかに乗った後に測れないかの調節。大変そう。でもこの、ちょっとマイナーなゲームを手探りで攻略するの、あまり経験しない楽しさがあります。こちらはゴーカートのコース作り、コースターほど派手な作りができない分、どうやって楽しさを生み出すか、難しいものです。マリオカートだったら、最初のコースとか、単純な作りでも楽しいんですけどね。ゴーカートでも甲羅飛ばしたりできたら、楽しさ稼げそうなのにな。と、ああでもないこうでもないってしていたら、謎の英語が上に出てきました。よくわかんないけど、緑色なのでいいことっぽいですね。800枚売り切って、あとは評価 70% がクリア条件の一つなので、それの維持ができたらクリアってことですね。評価に関してはずっと高くできているので、だから最初赤字なんだけど、余裕でクリアだ。なお、サブミッションは2年以内にクリアすることでしたとさ。次回、ちゃちゃっとリベンジして、さらなる高難易度へ進めたらと思います。ぐぬぬ。今回の敗因はズバリ、借金を怖がったこと。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。またどうぞよしなに。